こんにちは、普通の人です。先週は婚姻費用の調停2回目の出来事をお話ししました。今日は裁判ストーリーはお休みして、去年の6月に起きた出来事についてお話しします。書面でのやりとりでも理不尽すぎる調停の記述以外、プライベートな時間はぶっちゃけとても楽しかったです。今まで会えなかった友達に会えて、会社の同僚との飲み会も増え、新しいプロジェクトで良い仲間と楽しく仕事もできて、コロナも緩和されてきて、ちょっと会社からは遠かったけど、高尾での犬2匹との一人暮らしもとても楽しかったです。ちょうどドラマ、解放日誌にはまり、だいぶ弾いてなかったギターも弾いて、充実した日々をのんきに過ごしていました。そんな中、真夏になってきて、虫も多くなり、高尾マンションの管理人さんは、強い成分が入った殺虫剤を毎日のように大量に撒いていたんです。2022年6月中旬、いつも通り朝7時頃、犬たちを屋上のドッグランに連れて行きました。朝なのに気温が29度ぐらいで、とても暑かったです。一瞬の隙だったんですが、2匹のうち黒い方、息子の方のワンちゃんが、虫コロリとかで死んでいた昆虫をパクッと食べてしまいました。普段いろいろ口にする移植症は持っていたので、口を開けて出そうとしたら、もう飲み込んだ後でした。その後も元気に走り回る姿を見て、まあなんてことないだろうと思いました。ところが、昼過ぎから様子がおかしくなりました。明らかに歩くのがのろくなっていて、朝のドッグランが暑すぎたから夏バテかなと思いました。それでなるべく保冷剤を体に乗せて、濡れたタオルで巻いてあげたりしました。調子は悪そうだったけど、幸い食欲があったので、もう少し様子を見ようと思いました。次の日は出社日だったので、会社に行ってきたため、夜遅く帰らざるを得ませんでした。勤務してる間、ずっと心配だったけど、帰ったらじゃーんと回復してることを祈っていました。しかし、明らかにご飯を食べる速度が遅くなっていたし、呼吸もさらに荒くなっていたため、翌日の朝、近くの動物病院に連れて行きました。晴天の霹靂のような獣医の一言。リンパが全部腫れています。触ってみてください。今まで気づいてなかったですか？え、昨日までは大丈夫だったんですけど。あらゆるところにテニスボールのように大きい塊になっているのがわかりました。これは腫瘍の可能性が高いですね。おそらく急性リンパ腫ではないかと。精密な組織検査をしました。研究所に送るので結果は翌日出るということです。まさかこんなに急に癌になるのはありえないだろう。まだ3年半しか生きていないのに。翌日出た結果は、やはり急性リンパ腫。しかも8割以上が腫瘍になっている最悪の状態でした。信じがたい事態に、私の運のなさに会えてました。愛してやまない子供がこんなことになるとは。抗生物質もステロイド治療もやってはみたものの、少しも効いてくれませんでした。それから1週間ちょっとで息子は虹の橋を渡りました。なんでそこまで急いで行っちゃうの？原因は管理人さんが撒いた殺虫剤で死んだ虫を食べたせいだと確信していたんですが、獣医は癌の直接の原因ではないと、もともと免疫が落ちてる子だからいつ出てもおかしくなかったと。確かに息子はかゆみやアレルギーを抑える薬、アプキルを毎日飲んでいました。しかし朝は元気だったのに3時間後急に癌になるって、そのギャップが異常だったし、さらに2ヶ月ぐらい前の健康診断では特に異常がなかったので、これは断然管理人の殺虫剤のせいだと思いました。おそらくその時私は
特定の誰かのせいにしたかったんだと思います。息子を火葬し、あの世に送ってから、もうそのマンションに住む理由がなくなりました。ドッグランが好きだったのは息子だったし、何より管理人の殺虫剤の匂いに耐えられませんでした。犬殺し。それで私はすぐに引っ越しの準備をしました。管理人さんを訴えたい気持ちもありましたが、疲れてしまって、その余力はありませんでした。3ヶ月は息子の写真を見るたんびに涙が止まらなかったです。そして迎えた3回目の調停期日で、この秘宝を調停員を通し、なるにも知らせました。クソみたいな反応が返ってきました。せめて人間だったら、一緒に飼っていたワンちゃんが死んだら悲しむだろうと思ったけど、全然違う反応でした。その反応についてはまた次回、裁判ストーリーでお話しします。数日前、息子の一周忌で墓参りをしてきました。良いところに預けているので、走り回っている息子の姿を想像し、心が温まりました。今思うと、息子が親孝行をしてくれたんだと思います。ママ、会社まで遠くて大変だったでしょう。もう犬に引き縛りから解放されて、もっと都心に引っ越してね。なるべく治療費の負担もかけず早く行くからね。と言わんばかりに